揃いじゃん。うちのカイト以外。構わないよ。無理に協力してもらうのも悪いからね。さて、改めてになるけれど、これからのことについて確認しよう。現実と世界の両方から思いのかけらの持ち主たちに働きかけるってやつだっけ？はい。では、順番に話すよ。まず一つ目だけれど、思いのかけらを通じて二人の思いに働きかける。これをカイトさんにやってもらいたい。特にかけらについて最も熟知しているのはカイトさんだろうからね。それはそうだけど、めちゃくちゃ難しそうじゃない？そうだね。普段僕の姿は思いの持ち主に見えないし、声も届かないから。じゃあ歌はどうだい？かけらを通じてカイトさんに歌を届けてもらうことで、あの二人の心に働きかけられないかな。確かに強い思いが込められた歌は聴く人の心を揺さぶることができるかもしれないね。ただどんな曲にするかは慎重に考えないと、あの二人に同時に届かせないといけないだろうし。曲か。その曲、私たちが作ります。いいのかい？任せてください。あの二人の心に届く曲を作ってみせます。ありがとう、トウヤくん、サキちゃん。カイトさん、他に懸念はあるかい？なんとかなりそうだよ。あ、でももし可能だったらなんだけど、あの二人がほんの少しでも本当の思いに近づけている状態だとありがたいな。その方が歌も届きやすくなると思うから。それについてはもう一つの現実で起こすアクションで何とかするつもりだよ。本当？何をどうするの？こういう時こそ得意分野を生かすべきだろ。ズバリショーだ。って話だったけど、今日また呼ばれたってことは脚本できたの？ああ、こっちのカイトさんにも協力してもらってなんとか仕上げてきたよ。ただもっと詰められるところもあると思うから、みんなの意見を聞かせてほしいんだ。わかりました。タイトルは「雨と太陽」か。ああ、日が沈むと雨を降らせてしまう不思議な体質の少女小雨と、友達になるもう一人の少女ひまりが主人公だ。小雨はその体質のせいで呪われてるなんて噂があって、誰も近寄りたがらない。けれどひまりだけはそんな噂を気にせず話しかけてくれて、小雨もだんだんと打ち解けていくんだ。ひまりちゃんっていい子だね。でもここ、ひまりは実は持病があって、雨になると体調が悪くなりやすいって書いてある。あ、本当だ。じゃあこの二人一緒にいてもうまくいかないんじゃ。そうだね。小雨は自分といるとひまりの病が悪化してしまうんじゃないかと思って、一緒にいていいかどうか迷ってしまうんだ。小雨ちゃんが迷っちゃうのわかるな。いくら相手が望んでくれてても、自分のせいでその人が苦しい思いをするなんて。そうだね。その迷いが
雨を呼ぶみたいだし、ひまりちゃんの方も小雨ちゃんが自分のために思い悩んで苦しんでると分かって一緒にいていいのかどうかどんどん迷っていってしまうんだ。一緒にいていいのかきっと守谷先輩と真島先輩も。ルイ、誰がどの役やるってもう決めてる？いや、決めていないよ。相談しようと思っていたからね。だったら僕に小雨をやらせてもらえないかな。よし、だいたいセリフは覚えられたかな。あとは演技か。なんかセリフを言ってるだけって感じになっちゃうんだよね。ルイと違って役者じゃないからしょうがないけど、もうちょっと感情乗せて言えたらな。やあ、水木。もう来ていたのかい？うん。主役の一人に立候補したんだから真面目にやらなきゃでしょ。そういうところは誠実だね。ちょっとそういうところはって何？僕はいつでも誠実だよ。おっと、それは失礼。けれど、まさか水木が主役に立候補してくれるなんてね。だってほっといたら思いのかけら壊れちゃうでしょ。なんか夢見が悪いっていうかさ。それは僕も同感だよ。でも、本当にそれだけかい？わかっちゃった？それなりに付き合い長いからね。まあそれもそっか。僕さ、先輩たちの気持ちどっちもちょっとずつわかるんだよね。守谷先輩の自分といることで相手が傷つくかもしれないのが怖いとか、真島先輩のただ一緒にいたいだけなのにそれが相手を苦しめててどうしようっていう気持ちも自分で感じたこともあるし、周りの人たちをそういう気持ちにさせちゃったこともあるから。だからなんか前の自分を見てるみたいでじっとしてられないっていうか、エナが僕を諦めないでくれたようにあの二人にもまだチャンスはあると思うんだ。なるほどね。じゃあ、二人の主役のうち小雨に立候補したのは自分と重なる部分がより大きかったからかな。そこまでわかっちゃうか。でもあんまり自分を重ねすぎるのも良くないよね。いや、別に構わないよ。なんなら最後のシーンのセリフは書き直してくれてもアドリブで変えてもいい。いや何しれっと難しいこと言ってんの？そんなのできるわけないじゃん。僕役者じゃないんだからさ。だからこそアドリブを進めるんだ。役としてではなく心のままの言葉を言ってほしい。その方が気持ちも乗るしね。言ってることはわかるけど。水木がどんな言葉であのシーンを作り上げるかとても楽しみだよ。ハードル上げるのやめてってば。おーい、みずきちゃん、ルイさん。曲のデモを持ってきました。もうできたの？さすがだね。ではデモの確認とショーの練習に入ろうか。
二人とも来てくれてよかったね。ああ、バレー部の人たちからも説得してもらって、1時間だけなんとかね。あとは、僕たちのショーと、カイトさんの歌次第だ。カイトの歌をあの二人に届けるためにも、まずは僕たちがあの二人の本当の気持ちを引き出さないと。正直、演技は自信ないけど、ここまで来たら、もうやるしかないでしょ。さあ、幕を開けよう。眩しいくらいいい天気だな。まるであの子みたい。見つけた。コサメちゃん、なんで私のこと避けるの？ひまり、本当に私たちのためにショーを作ってくれたんだ。ダメだよ、来たら。だって私、ひまりの顔を見たら、また雨を呼んじゃう。ねねロボ、頼んだよ。すごい。ここだけ雨が。これは、雨を呼んでしまう孤独な少女、小雨と、そんな彼女を明るく照らそうとする太陽のような少女、ひまりの物語です。小雨にとって、ひまりは休みがちで、ほとんど会ったことのないクラスメートでした。一方で、ひまりにとってはクラスの中で、ただ一人、ちゃんと友達になれていない相手でした。だから、ひまりは学校に来ると、早速小雨に話しかけに行ったのです。コサメちゃん、よかったら今日のお昼一緒に食べない？ごめん。私、ひまりっていうの。休んじゃうこと多くて、なかなか学校来れないけど、仲良くしてもらえたら嬉しいな。いや、クラスメイトだし、名前は知ってるけど。覚えててくれたんだ。ありがとう。ちなみに、ピッカーンって明るいからって、私のこと、ひまわりって呼ぶ人もいるよ。好きな方で呼んでね。うん。わかった。じゃあ、ひまり。はーい。これが、二人の出会い。最初は戸惑ってた小雨も、明るいひまりに元気をもらって、だんだん仲良くなって。でも、ああ、また今日も雨かよ。これ、雨女のせいなんじゃないか？雨女？なんだそれ。知らないのか？あいつだよ。こっちだって、別に好きで雨降らせてるわけじゃない。そうやって気分悪くなること言うから。あれ？ひまり、どうしたの？顔真っ青だよ。しっかりして、ひまり。雨の日は特に具合が悪くなるっていうことを知ってしまって。コサメちゃん、この間はありがとう。
おかげで。近寄らないで。どうして？雨になったら具合悪くなるんでしょ？どうして私なんかに近づくの？どうしてって、そんなの友達だからに決まってるよ。でも体質のこと教えてくれなかった。それは。待って、コサメちゃん。似てるね、私たちと。そういう話にわざわざしたんでしょ。じゃあどうやって仲直りするのかな。そうね。ひまりは何も悪くない。私がこんなだから。やっぱり正直に言えばよかった。でももう一緒にいてもらえなくなるかもって怖くて。もう一緒にいられないのかな。友達じゃいられないのかな。だけど諦めたくないよ。わからない。どうするのがいいの？ねえ、誰か知ってたら教えてよ。ひまりはやっとできた友達なんだ。ここの小雨の気持ち本当にわかるな。今までも誰かと仲良くなるたびに今度こそって思うけど、それでもダメで、それでいろいろ面倒になるたびに逃げてでもなくしたくない、離れたくないって心から思えるみんなと出会って、みんなも僕を諦めないでくれて、だから僕ももう逃げないって決めたんだ。ねねラボ、雨を止めてくれ。上白先輩、雨を止めるのはもう少し先のシーンじゃん。いや、もう小雨の気持ちは決まったようだから。あれ、雨が。行かなくちゃ。ひまりのところに行かなくちゃ。台本と違う。もしかしてアドリブ？ずっと誰とも向き合わないで逃げてきたんだ。うまくいかないのはこの体質のせいだって、ずっとこれからもそれでいいって。でもそんなのもう嫌だ。小雨ちゃん。ごめん。僕ずっと逃げてた。ひまりが苦しい思いをするのが嫌で、それ
が嫌になって離れてくかもって怖くて。小雨ちゃん。でも気づいちゃったんだ。今抱えてるどんな思いよりも離れ離れになる方がもっともっと嫌だって。この先のことはわからないし傷つけないっていう保証もできないけど、ここで勇気を出せなきゃきっと一生後悔する。だからこんな私でよかったら友達でいてください。私もだよ。友達でいてくれなきゃ絶対ダメなんだから。こうして長く続いた雨は止んだのでした。ナナちゃん、私私はあと少し、あとほんの少し勇気が出せればきっと。カイト、お願い。